はい、どうも、てるんです。ちょっと最近動画投稿っていうのを控えてたんですけど、今のこの状況の中で大食い動画っていうものそのものが不謹慎に見えるのかなとも思ったりもして。で、いろいろと考えて、今の福岡市の現状で言うと、この動画を撮るにあたって、僕に深く関係してくるかなと思うのが、あれですね、食料とか生活必需品の買い占め等をしないってことですね。あとは極力外出はしないってこともありますけど。ここら辺をしっかりと意識しつつ、長期間にわたって今自宅で過ごされている方々、そういった方々の暇つぶしじゃないですけど、そういったものがご提供できればなと思って今動画を投稿再開しております。で、今回の動画は、3月の中旬ぐらいかな、に撮影したものなんですけど、一応テーマとしては、今もう4月に入って新年度になったんで、昨年度のまとめ動画っていう感じです。僕がね、昨年度ですごい思い入れがあるのが、豚骨ラーメンとガチチャーシューのこの2つなんですよ。ただこの2つをもう1回やるってなっても全然面白くないんで、この2つを使って味噌ラーメンが作れないかなと思ったんですよ。自家製豚骨スープに味噌を溶かして。で、それがうまくいったのかどうかっていうのはこの後の本編をお楽しみにということで。今すごい大変な状況ですけど、不要な外出を控えて、とりあえずは5月の6日までかな。みんなで乗り越えていきましょう。というわけで早速、本日も作っていきましょう。よっしゃー、では作っていきましょうか。それでは毎度のことながら本日の作業工程のご紹介です。まず今回チャーシューから始まります。ちょっとまだね、今回の豚骨というか豚の豚頭、あれがまだ凍ってるので、ちょっと先にチャーシューから作ってしまおうかなと。で、その後具材となる肉味噌を作って、で、野菜もカットして。で、この辺りで多分チャーシューも冷めるんで、いざ断肉式。で、その後麺湯がいて、丼に盛り付けて、キッチンでの調理はここまでになります。その後実食部屋で最後の調理というか麺にスープがドバッといく瞬間が来る感じですね。ということでまずはチャーシュー作りからいきましょうか。で、今回のチャーシューに使うお肉なんですけど、こちらがいつも僕が使う豚バラ肉で、今回ちょっとこっちも用意してみたんですよね。こちらが豚の肩ロースの部分で、ちょっと切り方によって2種類に分けてみました。で、お店によっても結構差はあると思うんですけど、こっちの僕がいつも作る豚バラの方が、豚骨ラーメンとかに入ってるトロットロで一瞬で消えちゃうタイプのチャーシュー。で、こっちがね、二郎系というか、結構がっつりとお肉がドンとくる感じのチャーシューなような気がする。で、僕まだ作ったことないんで、今回試しにということで、両方とも全く同じ調理工程でいきます。比較しやすいようにね。そんならいつも通りまず繊維の方向を揃えるところから参りましょうか。おなじみの光景というのと、今回調理工程が多いので、わりかしパパッといきますね。まずこういった口に残りやすい、この膜とか繊維の方向が違うとこをトリミング。あとここのあばらのあった後の膜がちょっと張り付いてる部分とか。そしたらあとはこれは巻きやすいサイズに、今回やったらこのくらいのサイズですね。ちょっと形を整えて、バラ肉に関してはあとはこれ糸で巻くだけで、半端に残っちゃったここら辺は他の料理に使ったってください。今回僕はですね、前回動画のこの焼き鳥のタレ、これがまだたっぷり残ってるんで、これをまとわせてというかしっかりと漬け込んで、これをフライパンで炒めると、もうまさにあれ豚丼、北海道のやつね。これめっちゃ美味しいんでおすすめで、一番最初にトリミングしたこの繊維の方向を揃えたやつ、ここはこれまでずっと溜め込んできたこの冷凍した子たちとか、この子たちと一緒にミンチにして今回の肉味噌になります。だからまたこの子たちは後ほどで、この肩ロースちょっと見てみたんですけど、ちょっと大きいかな。ちょっと扱いやすいように半分にだけ切っとこう。では、いよいよ巻いていくんですけど、ちょっとね、今回のやつちょっと幅がね、いつもよりも少ないんですけど、まずは端っこで脂身にグッと食い込むぐらいまで縛って、がっつりいくと手を離してもあんまり緩まないんですよね。そしたらあとはここを普通に肩結び、この片方のピラピラは残したまんま、まずは一度逆サイドに飛んで、お肉をグッと締めながら最初の結び目に向かって進んでいくだけ。そしたら今持ってる紐と最初に結んだピラピラが出会いましたら、この2つをグッと余分な糸を切ればこれで1個完成。ちょっとね短いけど
じゃあ続いてこちらの肩ロース。じゃあこちらも同じように一旦端っこで脂身にグッと、はい、端っこに飛んでお肉を締めつつ最初の結び目と出会ったらここで結ばれる。あとは糸を切ってこんなもんでいこうかな。こっちがバラのこっちが肩んで、この子はなんかね1個やるとなんか細いなと思っていけるか分からんけどちょっと2個つなげてみました。切ったら2個に分かれそうやけどね、ものは試しで。そうしましたらお次はこちらのフライパンにわりかしたっぷりめのラードんで火にかけて、あとはこちらでレッツ焼き付け。相変わらず跳ねるね。でいつも通り全ての面をこんがりと、結構しっかりめなきつね色ぐらいまで焼けたものから取り出して、ではここからが煮込みの作業ですね。いつものやつが出ます。せーの。こちらから酒、水、濃い口醤油、みりん、ざらめ、いつも通りのやつですね。でも覚えてきたよという方も多いんじゃないですかね。今回の比率が4対3対2対1対1で、今回これとはまた別にちゃんとしたチャーシューを作りたいなと思うので、こちらの香味野菜たちも準備。一応今回が長ネギ、玉ねぎ、生姜、ニンニクをご用意しました。でニンニクは皮を剥いて下の硬いところだけ除いた状態。ざっくりこんな感じかな。そしたらこれらを一つにまとめて、ちょっと煮汁少なかったかな。足りんかったら若干微調整しましょう。まずはざっくりとザラメを溶かして、なかなかザラメって溶けないので、もうなんかいいやと思ってきたタイミングでチャーシュー加えて、さすがに全部は入らんかな。完全に入りきってないですね。でも煮込みは間に油が抜けて小さくなるでしょ。じゃあこちらを火にかけて、てか僕あれだわ、今回アク抜きしてないわ。この表面にブワッと出てくるアクをまずお掃除して、で部屋中にここにいっぱい含まれてるお酒、あれのアルコールの香りがプンプンしてるんですよ。このアルコールの香りがなくなってきたら、ここで初めて蓋をして、今日のバブ加減としては、終わる寸前でボロボロってなる時ぐらいのバブ、微妙なシュワシュワ具合で、今回小さいやつは100分、大きいやつは120分でいこうかな。ということで150分ほど経過いたしました。120分の段階やとまだ若干ね脂身が硬かったんで、小さいのも大きいのも全部150分で煮込んじゃいました。そのおかげで今こういう状態ですね。マジで崩壊する3秒前で、中までグッと味を入れたい方はもうこのまんま鍋の中で冷ましてください。ただ僕の場合あんまりこれやりすぎると塩分取りすぎちゃうんで、僕はもうこの段階で引き上げます。でこういったもう激ヤバなものを引き上げるときにすごく役に立つのが一家に一台チャーシュートング。ちょっとこれ最近いただいたんですよね。これすくいやすいわ。豚バラも肩ロースもバッチリですね。でもうこの段階で2つを1個に重ねた肩ロース、これはですねもう分裂しました。分からんけどね、冷めてみたら意外とつながってたりもするかもしれんけど。であとはこれの粗熱が取れたら蓋をして冷蔵庫で待機で、おそらくこれ全部は使い切らないんで今回で、しかもこっちにもうちっちゃいやつはもう取り上げてあるんですよ。多分こっちの方が食べやすいと思うんで、こっちはご近所さんとかうちのマネージャーとかいろんな方にお渡ししようかな。ではまずはこちらの豚骨というか豚の頭の骨、こちらの処理から参るんですけど、苦手な方は下に書いてある分数というか時間までスキップしてくださいね。もう僕が手をパンと捉えた瞬間に今回のこの豚さんたちと目が合いますんでね、結構赤いし苦手な方はご注意を。ではいきます、せーの。こちらがいつも通り豚の頭の骨の豚頭ですね。
で、今回ご用意した分がこれで6キロ分になります。1.5 キロの頭が4つ分か。でね、今角度的に見えないようにはしてあるんですけど、今回この縦に半分にカットしてもらってるんですよ。なのでこれをグリンと裏返すと思いっきり脳みそがあります。結構クリーミーな脳みそがポロンと出てきます。この脳みそが美味しいんですけど、ご覧になる際はくれぐれもご注意を。ではまずはスープが黒ずむ原因になるこの目玉、これをちゃちゃっと取っていきましょうか。おそらくね、このサイズやとハサミが楽なはず。僕はね、まぶたを指でクッと持ち上げて、まずは目の周りをカット。で、これを一周ぐるっと回すと目がね、グッと持ち上がるんですよ。グッと。んで、ここまで来たら次この目ん玉と脳みそをつなぐ視神経の束があるんですよ。だいたいね、この爪楊枝ぐらいの太さの白いやつ、それをパツンと切ると外れますんで、このピロンと伸びてるのが視神経。多分ね、てか大丈夫か、これ広告つくかちょっと不安になってきたよ。とりあえずこの工程を全部やっていきます。ちょっとね、大変ですけど、ここまで終わりましたら、続いてこちらにお水を加えて、2、3回くらいお水を変えながら、そうやな、30分から1時間くらい、まずはちょっと血抜きですね。で、水変えるときに、もう割ってあるこういった豚骨やと、脳みそがコポンとこぼれ出ちゃうんで、もし脳みそが落ちちゃったら、それは回収してあげてくださいね。すごく大事な部分なんで。では無事血抜きも終わりまして、全体的に白っぽくなりましたね。じゃあここから煮出しの作業に入っていくわけですけど、こういう時に使えるのが、一家に一台寸胴。こちらに豚ガラを加えて、もちろん脳みそも忘れることなく、アク取りもしなくちゃいけないんで、全体がかぶる程度以上に。今回だとだいたい15リッターぐらいかな。本当は今こんな感じですよとお見せしたいんですけど、今脳みそコッポンコッポン浮いてるんで、ちょっと省きます。んで火にかけて、こっから先はずっと強火です。で、この表面に浮いてたラードなんですけど、もうこれうまい感じに電子レンジかけて、いい感じに油だけ抽出して、今回これを本調理の油にしましょうか。よいしょ、これで自家製ラード完成。こちらもだんだんと沸いてきましたんで、例のごとくアク取り。まず最初は黒っぽいアクがブワッと出ますんでね。で、この黒いアクを取る作業を30分ぐらい繰り返してると、次白っぽい泡みたいなのが出てきますんで、それも同じく丁寧にすくいながら30分、合計約1時間くらいで、この時のコツとしては、上にこうコポコポ浮き上がってくる脳みそのかけら、こういうのを取らないように表面に上がってくるこのアクだけを丁寧にすくう感じで、アクも取り終わって、だいたい3時間くらいかな、ずっと強火で炊き続けて、今だいたいこういう感じ。水かさ的には今ね、6リッターぐらいかな。だいたい3分の1ぐらい。じゃあ一度こちらを火を切ってざるに上げていきましょうか。よっしゃ、これで1回目終了。じゃあ出し殻は一度この中に戻して、はい、再びお水。また全体にかぶるくらいまで水加えたら火にかけて、また最強の火加減で3分の1まで煮詰めるという簡単なお仕事。これあと2回繰り返していきますね。では2回目のスープが取り終わるところまで、せーの。2回目もいい感じですね。じゃあまたざるでこして、ちょっと伝わりづらいですけど、こっちの1回目と比べるとより乳白色になってとろっとしてきましたね。おそらく軟骨部分とかがもう溶け出してきたんでしょうね。あと髄とかね。そうしましたら、よいしょ、3回目と参りますか。でもう水かさも10リッター切ってるので、この段階でどんくらいかな、多分1時間くらいで終わるでしょうね。では出来上がりまでせーの。できた。これで1回目2回目3回目、多分僕2回目はがっつり煮詰めすぎたんでしょうね。もう冷めて完全にこうゼリー状というかプルンプルンになっちゃいましたね。コラーゲンボールみたい。じゃあここからはこの3つを1個にまとめて豚骨スープを完成させるんですけど、まだね結構僕粗いザルでこしたんで、この中細かい骨とかがまだ入ってるんですよね。なので一度ちょっとぬくめ直して、もうちょっと目の細かいザルでこれをこし合わせれば、コラーゲンたっぷり激濃厚豚骨スープ完成。
これ普通に豚骨スープとして成立するスープなので、ここに味噌だれでしょ。絶対うまいやろ。今回のイメージ的に言うと、出来上がった時にスープの下に麺が見えない感じでわかりますかね。しっかりと濁ってて透明感のない超濃厚スープ。今回はイメージですね。多分透き通った綺麗なスープやと鶏ガラスープとかはね使うと思うんですけど、では今この状態だとただの豚骨ラーメンなので、これを味噌ラーメンにするべくちゃちゃっと味噌だれを作っていきましょうか。ではその味噌だれの材料たちをせーの。こちらから味噌、練りごま、醤油、酒、みりん、玉ねぎ、長ネギ、ニンニク、生姜。今回ちょっと練りごまを使ってるんですけど、担々麺みたいな感じにするというよりかはちょっとコクを出してるだけです。で今回の比率が、今回全部グラムでいきますね。体積じゃなくて、この味噌を1個のものとして考えると10対1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 。結構分かりやすいでしょ。もう分かりやすいようにもうこれ以外全部1で揃えました。で今回のこのお味噌が信州味噌、白味噌、八丁味噌の3種類をブレンドしていこうかなと思います。で比率がね5対3対2かな。この信州味噌だけでもよかったんですけど、なんかそれっぽく見えるやん。ではまずこの味噌以外を全部まとめて、いや練りごまも別にいいかな。味噌と練りごま以外にしっかりとした文明を与えて、これをお鍋にダバー。これを火にかけて軽く煮詰めます。ネギとか玉ねぎとか生姜とかニンニクとかそういったものの辛みを飛ばすのと、全体的に味がなじむように。だいぶもったりとしてきましたけど、同時にだいぶ様変わりしましたね。今これでだいたい5分くらい煮詰めたかな。そしたらもう火を切って、じゃあ軽く熱も取れたので、ここに練りごまでお味噌各種、これらを練り合わせて、一応これで完成なんですけど、ここで終わらせずもう一手間。一度この味噌だれをちょっと焦がして焦がし味噌にしちゃう。そうです、今回は焦がし味噌ラーメンです。おそらく本当の焦がし味噌ラーメンの作り方はこういう感じじゃないんでしょうけどね。今回はより時短ということで、とりあえずこれで焦がし味噌だれ完成。以上これでチャーシューと、スープが終わりましたね。てかやべ、まだ2個しか終わってね。でもこっから先はもう結構パパパッといきますんでね。でこっから具材となる肉味噌とあとお野菜、ここら辺の下準備に参ります。でこちらの豚バラのトリミングした部分は文明を与えてもいいんですけど、ちょっと今回肉々しさを残したいので、そうやな、どんぐらいかな。今回結構粗めな粗挽きな感じにしといて、あとはここに臭み抜きを兼ねた日本酒をダバーっとちょっとこのお肉に吸わせて、これをフライパンへ。でこれを火にかけの。今までこの濁ってるこの汁がだんだんと透き通ってきても、あともうちょっとこのお肉の表面がカリッとするまで。そしたらこのタイミングで先ほどの焦がし味噌だれよーっとなじまして、ここで仕上げの節粉、全体になじめばこれで完成。あとは余分な油を切れば、はい、肉味噌完成。あ、ちょっと忘れ物、ここに山椒、ちょっと香り付け程度に。ちなみにこれおにぎりの具材にするとバカほどうめいです。しかもこれ冷蔵庫で 4,5 日は持ちますんでね。ということで肉味噌も終わりましたので、あとがお野菜ですね。実際お野菜というよりかは具材なんですけど、今回ご用意した具材がもやし、白ネギ、きくらげ、メンマで、もう毎度のことながらもやしのひげ根はもう除去してあるので、ここの上3つはもう特に下処理必要ないとして、
今回はこちらの白ネギを使って白髪ネギにしていきます。でこの白髪ネギを作るとき、個人的にはちょっと大きい包丁の方がやりやすいかなと思います。でこれ普通にポンって落とすとここに隙間ができちゃうので、最後切り終わった時にここがつながっちゃう現象が起こる。なのでこれ間違ってるかもしれないんですけど、僕はすごい大げさにやるとこういう感じ、ここのとこからしっかりと当ててあげて最後まで押し切る、こういう感じ。手首を柔らかく使ってこうやって切ってあげるとつながりませんので。甘くて美味しい中心部分はお鍋の具材。でももうお鍋も終わりかな。でこのちょっと青いところは塩コショウガーリックパウダーでバター、ちょっと醤油、これでホイル焼きの完成。いや本日のお夜食は結構豪華ですね。でこっちの白髪ネギはさっと水にさらしてだいたい 2,3 分くらいかな。でつながってるやつもなさそう。よし、じゃああと残しますわ。断肉式。もう完全にチャーシューも冷めましたんで、これで薄く切れますね。薄ければ薄いほどとろける食感なんですよね。これちょっと難しいけど。では参ります。完璧ですね。ここが豚バラで肩ロース、肩ロースで、ここの1列が2個合わせたやつなんですけど、切ってみたら意外とね、ほらちゃんとつながった。このくらい薄く切ったやつでもこれができるんやったら、なんかちょっと小さいお肉あれ全部グリーンってまとめてタコ糸ぐる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 ってできますもんね、これがね。ただ結構タコ糸でギュッとしなきゃいけないんでちょっとね手前ですけど、でもいいこと学べたわ。んで1個忘れ物がこれ、味玉。しかも半熟の。作り方としては、冷蔵庫から出したキンキンの卵を沸騰したお湯に落として6分30秒。6分半経過したら氷水にとって粗熱をしっかりと取ってから殻を全部剥いて、水、濃口醤油、煮切ったみりん、煮切った酒、これを2対1対1対1もしくは1対1対1対1、このくらいの比率で作った漬け地につけるだけ。だいたい1日ぐらいかな。もうこれだけで十分当てになりますんでね、ご機会がありましたらぜひ。じゃあこれで全ての準備が整いましたんで、あとはこちらの中華麺を茹でて、スープを作って、でもろもろの具材をこちらのラーメン丼に合わせればもう完成なんですけど、今ここでやっちゃうと間違いなく伸びるので、ここから先の麺を茹でるとかそういった本調理、それは実食部屋の方で行います。はい、これで炙り味噌チャーシュー麺製作キットの出来上がりです。では実食編へ。というわけで無事に完成するまであともう少し。今ちょっとお湯を沸かしてるんですけど、もうバッと麺入れて盛り付けも全部終わらしたら麺が伸びるのが嫌なので、おそらく僕しばらく黙って食べ続けます。さすがに全部食べ終わるまではいかないけど、でも半分ぐらいまではおそらく僕無言でいきます。なのでもう先にいただきますもして、もうこの段階で飲んじゃおうかな。手の分けでして、いただきます。久しぶりにクラシック解禁ですね。骨身にしみるとはこのことやね。じゃあもうそろそろ沸騰しそうなので、この器をまず温めておきましょうか。でお湯を戻して、ではいよいよ麺5。規定の時間茹でて、
じゃあちょっとこちら湯切りしてきます。じゃあこちらを丼にドーン。ちょっと麺少なかったかな。ちなみに今回のね、麺が12玉ですね。じゃあもうこの間にチャーシュー盛り付けて、やっぱこんだけ長時間煮込んだトロトロチャーシューやけ、丼の縁にペロってなってくれますね。あとは空いてる隙間にチャーシューをバチコリ並べていきましょう。あとはさらにこの持て余したスペースに半熟煮卵ちゃん、あとはなんかキクラゲとか、あとメンマーとかを適当に。ただこの肉味噌と白髪ネギは最後。あとはスープを作るだけ。じゃあまずはわりかしたっぷりめに今回精製したチャーシューの煮汁のラード、これがコクを出してくれますんでね。ちょっと入れすぎたかな。ラードが溶けきったら、はい、もやしんで今回の豚骨スープで、このスープで今回作った焦がし味噌だれ、これを溶いて、味を見つつこれをダバーッと。多分こんなもんで OK。 したらこれをこの麺にダバーッと。やば、見た目悪っ。あとはここに肉味噌で、たっぷりの白髪ネギで、最後にチャーシューを炙れば焦がし味噌チャーシュー麺完成。では改めまして、いただきます。まずはスープ。なるほどね。じゃあまずは麺からいきましょうか。うまっ。めっちゃうまいんやけど、まずね、このスープで言うとかなり粘度が高いんですよ。やけんね、かなり麺に絡みつきますね。もしかしたらこれ苦手っていう方もおるかもしれんけどね、なんかちょっとくどいなっていう感じがして、でも濃い味好きにはたまらんで、おそらくこの粘度の正体は僕が豚骨スープを煮出しすぎたっていうやつですね。ただ今回ね、あんまりこう麺にこだわる余裕がなくて、もうちょっと麺にこだわればよかった。で、一応今回の2人目の主役のチャーシューはね、いつも作ってるやつなんで、もうこの通り綿菓子レベルですね。パッパッ。
ああ、もう超うまい。で、味としてはね、結構甘い。もうお砂糖とか何も使ってないんですけど、多分これが豚骨の乳化した甘みと、あと白味噌とかそっちから来る甘さじゃないかな。どっしりとしてるけど柔らかい。ポケモンで言うとカビゴンって感じ。あんまりこう塩分ドーンっていうなんか激しい感じではないですね。で、一度味噌を焦がしたことによる香ばしさ。あれはどっかに行った。で、あともう一個。すごく食べにくい。高さが合わん。仕方ない。今日はもうずっと正座やな。ということで、ちょっとバッチリんですけど、麺はもうほぼなくなりましたね。あと具材の卵とかチャーシューとか。で、冷めてしまいまして、チャーシューがもう固まっちゃったんですよね。なので、ちょっと一度こちらを取り分けまして、こちらをレンチンしてきます。一応これで、この中身は完売。よいしょ。なら最後こちらをいただいていくとしますか。ということで、ラスバドごちそうさまでした。いやー、うまかったねー。腹いっぱい。いやー、今日はよく食うだわ。で、今回こうして豚骨ベースの焦がし味噌チャーシュー麺作ってみましたけど、うまかったけど正直もっともっと美味しくできるなーって感じましたね。一番大きいところで言うと麺でもってスープの濃度、この2つが大きいかな。普通の1人前の丼で作ると多分この濃度でいいんですけど、こういうデカ盛りってなると濃度やと最終的にもうドロッドロになっちゃいますね。麺のでんぷんが溶け出してちょっと食べづらかったかな。で、豚バラのチャーシューと肩ロースのチャーシューで言うと、個人的には豚バラの方がよく合ってたような気がする。っていうか僕が豚バラチャーシューが好きなだけなんですけど、肩は肩で美味しかったけどね。ちょっと肉々しさがあってね。でも僕は豚バラの方かな。今回これ作るのに合計12時間以上かかってるだけあってちょっと悔しいな。もうちょっと美味しく作れたかったな。まあいいや。では今回はこの辺でやろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。